はい。先日、私はヨーロッパにいて、で、コロナが広まってきたんで、どんどん南の方に行って、イタリアのシチリア島まで逃げてったっていう話をしたと思うんですけど、だいぶもうヨーロッパの方収まってというか、ワクチンが普及したことによって、通常の生活に戻りましょうよ、みたいな雰囲気があるし、皆さんは今まで1年以上ね、本当に苦しい生活で自由のない生活をしてきて、今はね、みんなが希望で溢れてるっていう感じなんですよね。はい。でコロナが広がり始めた頃もみんな数ヶ月ぐらいですぐに戻るよねみたいな思いをね抱いていたと思うんですけど、それがそうではなくここまでずっとだらだらと来てるんですね。で、今のヨーロッパってワクチンを打ってこれで収まるだろうっていう希望のもとに、その根拠のない楽観的なコロナが広がり始めた頃と同じような状況だと思うんですけど、ただ私自身はねもうそれでいいんじゃないかと思っていて、これいつまで同じことをやっていても完全になくなることってないんじゃないかなと思っていて、であればもうワクチンっていうことを理由にして経済を戻した方がいいんじゃないかなと思ったりはしてるんですよ。はい。で状況はおそらく皆さん考えることは一緒で、もう本当にそういう感じになってくるんで、私も一旦、もう少し仕事のしやすい、イタリアのミラノに今移ったんですよね。はい。で、ミラノですね、その前にですね、パレルモの空港っていうのが、こういう海に面した、こういう空港なんですよ。はい。すごくね、綺麗なんですよね。で、ちょっと私、あんまりうまくはないんですけど、録画してみたんで、はい。ちょっと見せますね。こんな感じでですね、これね、夏とかのシーズンになるともう本当に人がいっぱいで動けないんですけど、まだまだガラガラっていう感じですよね。はい。でですね、これが、バーとか、いわゆる空港内の待ち合わせ、搭乗前のところで、通常だったら、お酒飲むとことかあるんですよね。で、全部閉まっていてっていうか、いわゆる持ち帰りみたいな、空港内でも持ち帰りみたいな感じで買って、離れたところで食べるっていうところなんですよね。はい。私、空港はね、いつも、そういうバーに座って、お酒一杯飲んで、バーの人と話しながらっていうのを、すごく楽しみにしてたんで、これもう、本当に味気ない旅だなと思ってるんですけど、はい。で、このパレルモっていうところからミラノに上がってきたんですよ。はい。で、ミラノでも本当にもうコロナの話は終わったみたいな話になって、もうマスクも義務なくなってるんですよね。で、ミラノのね、市内に温泉があるんですよ。はい。それがね、この図なんですけど、こんな感じで、ビルがあったりとかして、その谷間に温泉があるんですよ。で、私、もともと、道後の出身なんで、温泉って結構欠かせないところがあって、仕事がきつくなってくると、休みたいなと思ったりすると、温泉使ってっていうのはあるんですけど、なので、温泉ではないんだけど、あったかいお水が出るようなところっていうのはよく行くんですよね。で、ミラノの、にいるときは、ここもよく行くところの一つなんですけど、ここのね、ミラノの温泉っていうのは、昔のね、跡地、これね、1500年代ぐらいに作られた壁らしいんですけど、その中にあって、はい。はい。なので、リラックスして、お湯自体はね、あったかくない、37度ぐらいなんで、本当に、我々から言わせると水みたいなもんなんですけど、ないよりマシよねっていう感じで、都会の、いわゆる息抜きっていうところですね。温泉っていうと、やっぱりちょっと温泉街っていうようなイメージ、風景もそうですけど、本当に街中にポツンとあるようなところで、ヨーロッパに来てミラノで仕事をなんかしてて疲れたなっていう時には朝から10時ぐらいからやってるんで、行ってみるのもいいのかなと思っていて、この室ってね、こんな感じなんですよね。はい。整理されていて、昔のヨーロッパのね、なんかこういう温泉みたいなとこ行くと、更衣室ってすごく汚かったりとかして、ただ今はもう、非常に整備されてる感じなんで、すごくいいなと思ってます。でですね、これ、私もね、これ午前中行ってたんですけど、もう先にやっぱ一杯飲みたいなと思って、終わったらね、こんな感じで、おつまみとイタリア製のスプマンテっていうのがあるんです。スパークリングワインだと思う。
はい。それを飲んで、ちょっとね、本当にコロナ禍の、苦しいというか、耐えた生活が、街中にそれが終わったっていう雰囲気が流れて、リラックスっていう感じの中でお風呂に入って、イタリアの、食前酒というかね、そういうのを楽しむっていうところです。はい。はい。この、ミラノ市内の温泉っていうのはまた後で、お知らせしますので、はい、機会があれば皆さん行って、もらって、その後で、バーって街中にバーとかレストランとかいくらでもあるんで、もうだいぶ空いてきてるんで、イタリア語でアペリティーボって言うんですけど、アペリティフですよね。英語で言うと、食前酒みたいな感じで、これを頼んでくると、いろんなおつまみも一緒に出てくるんで、非常にリラックスして優雅な気持ちになれると思います。はい。でね、ちょうどね、クラフトビールっていうのをもらったんですよ。はい。でこれジュリアって言うんですけど、はい、ロメオとジュリエットってあるじゃないですか。はい。ジュリエットっていう名前に近い、ジュリアって、普通の女性の名前なんですけど、はい。クラフトビールでね、日本の、ラガービールに近いような感じ。グラスに入ってるのがあるじゃないですか。色も透明感のあって、非常に美味しいというか、温泉上がりの一杯っていうのを味わえるんで、ぜひ試してみてください。はい。はい。本当に日本もね、今厳しいのかもしれないですけど、ワクチンが進めば、この今までの苦しみから解放されてっていう人たちがだいぶ増えてくるんじゃないかなと思うんで、ぜひね、本当に早く戻ってほしいなっていうところも込めて、ヨーロッパの状況をお伝えしたというところです。はい。はい。